こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。川崎の忍者 ZX4R がついに発表になりましたね。だな。ラムや下級時は80馬力、クラスを超えたモンスターマシンだぜ。というわけで、今回のテーマはこちら。ZX4R と兄弟モデル、ライバルモデル比較。他のモデルと比較して、ZX4R の凄さをチェックするわけですね。その通りだぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話の流れはこんな感じだ。見せてもらおうか。ZX4R の性能とやらを。1、ZX4R、4RR 使用編。2忍者兄弟比較編。3、ライバル紹介編。です。じゃ、はじめご。1、ZX4R、4RR 使用編。で、結局、2月1日には3タイプの ZX4R が発表されたってことですか？そうだな。英国のニュースリリースで ZX4R、SE、ZX4RR、北米では ZX4RR だけが発表されたな。さて、どんなカラーでしょうか？カラーバリエーション。ZX4R、SE のカラーはこちら。メタリックスパークブラック、ライムグリーンエボニーの2色ですね。ZX4RR のカラーリングはこちら。ライムグリーンエボニーの1色ですね。予想通り、ZX25R との区別は困難を極めそうだ。あれ？ ZX4RR の燃料タンクカバーには、川崎重工のリバーマークが貼られてる。リバーマークがついてる車両って、川崎の技術の粋を結集して作られた特別モデルって話でしたよね。ZX4R は特別なモデルってこと？その通り。4気筒 400cc 自体が、今となっては希少で特別なモデルだけどな。でもこれ、KRT カラーリングをまとったモデルは、リバーマークがタンクについてるみたいだぜ。と、言ってみたが、国内仕様をチェックしたら、ZX25R にはなくて、忍者400にはあった。なんでバラバラ？ついてた方がかっこいいのにね。で、KRT カラーをまとった ZX4RR は、先日発表されたインドネシアの ZX25RR とほぼ同じカラーリングだ。違いは、サイドカウルのモデル名ラベルと、マフラーの大きさぐらいだな。これは川崎好きじゃないと、見分けられないレベル。スタンダードがブラック1色は残念だな。マキタブルーはなしだ。個人的にはブラックが好みですね。デカール全部剥がしちゃう。動力性能。発表された ZX4R は、どのタイプも動力性能は同じだ。ZX25RR と ZX4RR を比較しながら、違いをチェックしてくぜ。よろしくお願いします。排気量が 249.8cc から 399cc に変更されたことで、ボアストロークは 50.0mm 31.8mm から 57.0mm 39.1mm へ変更されてる。スロットル系も 30mm から 34mm へ変更。圧縮比は 12.5 から 12.3 へ落とされてるな。ふむふむ。出力は ZX4R がユーロ5に対応しての77馬力、ラムや下級時は80馬力だぜ。川崎のプレスリリースには 15,000rpm を超える超高回転型のエンジンと記載されてますね。一体どこまで回るのやら。ZX25RR はユーロ4相当で47馬力、ラムや下級時は51馬力だな。ZX4R のインドネシア仕様が出たら、馬力は一体どれぐらいになるんでしょうね。ワクワク。思う存分妄想してくれ。ちなみに、400cc 以下のエンジンを搭載した国産バイクで、これまでの最高出力は、スズキの GSR400 で61馬力だ。軽く超えちゃった。で、この ZX4R の話題で、あるバイクが注目を浴びてるな。あるバイク。中国メーカー神戸が去年の中国チョンチンモーターサイクルショーで発表したマシン、400RR が話題になってる。なんと並列4気筒 400cc エンジン搭載、最高出力は75馬力だ。イタリアっぽいカラーリングで、流行りのデザインを取り入れまくった感じのスタイルですが、パワーは ZX4R に迫っているじゃない。国内以外でも 400cc バトルが勃発していたなんて、知らなかった。このメーカー、川崎に続婚らしくてな。そうなの？ KOVE の神戸は川崎の本社所在地、神戸から取ったと噂されてる。これは絶対意識している。サイズ、足回り。ZX4R は、ZX25R のシャシーを引き継いでる。違いはほとんど見られないな。補強とかもありませんね。ZX25R との違いは、フロントブレーキのダブルディスクか、タイヤのインチ数は同じだが、タイヤ幅が広くなってるぜ。太いタイヤはかっこいい。ZX4R は1990-765-1100で188キロ。ZX25R は1980-750-1110で183キロだ。サイズはほぼ同じ、重量は3キロの差ですね。シート後派 ZX4R が 800mm、25R が 785mm だ。こちらもほぼ同じね。兄弟車、というより、双子車だな。使用装備。まずは、全モデル共通装備を紹介してくぜ。フロントフォークは昭和製 SFFDP、アシスト&スリッパーも装備だ。ZX25R と同じですね。
電子制御は 400ccSS クラスではダントツの内容だ。ライディングモードはトラクションコントロールとパワーモードを連携制御で、スポーツ、ロード、レーン、ライダーマニュアルの4種類のモードから選択可能だ。カラー液晶メーターには、ラップタイム、ギアポジション、サーキットモードを搭載している。サーキットモードって ?1 万 RPM から上の回転数を見やすく表示するモードだな。ライドロジーズアプリを介して、スマートフォンと接続可能だぜ。それじゃ、タイプの違いって何？ ZX4R と SE と 4RR の違いは、足回りの調整機能有無と、アクセサリー装備の違いだな。まとめると、こんな感じだ。最初から見せてよ。クイックシフター標準搭載は、SE と 4RR か。レイムはどの ZX4R に乗りたい？もちろん ZX4RR ですよ。早く4発マルチの快音を聞きたいな。いつもの質問で申し訳ありませんが、クルーズコントロールは？ごめんついてない。やっぱり。価格予想。川崎 US での ZX4RR は9699ドル。日本円換算は約128.6万円だ。ちなみに、US モデルの Z900ABS のスペシャルカラーと同じ価格で、国内価格は116.6万円な。900cc と 400cc が同じ価格って、それだけ攻めってことだな。で、国内仕様の価格予想だけど、バイク情報サイトでは110から120万円台ってところが多いな。高くて130万円台だ。よく似た馬力の国内モデルと比較すると、95馬力のホンダ CBR650R は 107.8 万円。73馬力のヤマハ YZF-R7 は 105.49 万円。68馬力の川崎忍者650は 91.3 万円。だな。海外モデルだと、99.9 馬力の RS660 は 156.2 万円。400SS だと、KTM の RC390 が83万円で44馬力だな。これらのモデルについては、この後で紹介しますね。インドネシア仕様の ZX25RR は、1億2990万ルピア。日本円換算は約124万円な。円換算では ZX4RR も ZX25RR もほぼ同じね。スペックについては、こんなところだな。それじゃ、お次はファミリー比較編だ。よっしゃ。忍者兄弟比較。ZX4R のスペックは分かったけど、忍者ファミリーで他のモデルとの違いが気になりまして。KRT カラーをまとうと、見た目はどれも同じに見えるけど、実際は馬力や重量、価格も異なるからな。それじゃ、身内でライバルになりそうなモデルを比較していくぜ。では、ZX4R と比較する忍者はこれだ。忍者 GX6R 126馬力 7.1kgF M140.8 万円。忍者 ZX25RR 45馬力 2.1kgF M 約124万円。忍者650 68馬力 6.4kgF M 91.3 万円。忍者400 48馬力 3.8kgF M 75.9万円。選定理由は、ZX4RR にちょい足ししたら手が届きそう、排気量と出力が近いモデル、で選んだぜ。それでは、比較表、ドン。価格。一番高いのは ZX6R の 140.8 万円、リーズナブルなのは忍者400の 75.9 万円だな。ZX4R は日本円換算で約128万円だ。これなら ZX25R、忍者650、400が狙えるな。で、あと20万円プラスすれば、ZX6R も狙えますね。毎年払う軽自動車税は ZX25R が3600円。ZX4R、6R は6000円だな。で、車検費用問題だけど、400cc クラスだと車検代は約7万円だ。内訳は、約 1.5 万円が税金、残りが点検代等だな。点検は排気量に関係なく必要だとしたら、税金分の約 1.5 万円が分かれ目ですね。重量&サイズ。最軽量は忍者400の 167kg、最重量は ZX6R の 197kg だな。400cc で 167kgって軽さは魅力ですね。この重量なら、バランス崩して倒れそうになっても、なんとか耐えられる範囲だ。40代おっさん体験談。軽さは正義だ。リーズナブルで扱いやすいバイクは、バイクを気軽に楽しみたい人にはちょうどいいな。エンジン出力。これは文句なしに、ZX6R だな。サーキットスペックのエンジン搭載、電子制御が126馬力のパワーを効率よく路面に伝えてくれる。価格が高く装備もモリモリってことですね。航続距離。最長航続距離は忍者400の 398km、一番短いのは、ZX25RR の 249km だな。忍者400は並列2気筒エンジンで、4気筒に比べれば軽くなるし、その結果高燃費ってことですね。SS モデルでこの航続距離は超心強いぜ。使用装備。最新の ZX4R と、片遅れ感のある ZX6R では、主要装備にほとんど差はないな。ZX6R は、当時高価だったクイックシフターや電子制御が標準装備で、ミドルクラス SS では水縁物でしたからね。こんなところだな。一通り比較しましたが、ZX4R はいかがでした？
この中では、ZX4R が一番バランスが良い。最新の電子制御装備、最高出力も忍者650以上だしな。ガラパゴス排気量と言われた 400cc の一筋の光、発売してくれたことに敬意を払いたい。ま、ZX4R の紹介動画だし、そうなりますよね。でも、主の CRF250 ラリーは ABS すらついてないモデルだけど、全然楽しいけど。なぜここで愛車出れ話？結局、自分次第ってことですか？財布次第、とも言う。ライバル紹介編。最後は、ZX4R のライバルになりそうな SS モデルを、6台ピックアップしてみたぜ。各社の肝入りの SS モデルや、排気量や馬力が近いモデルを紹介するぜ。ホンダ、CBR650R。2023年モデルが発表されたばかりの CBR650R ですね。と言っても、今回はユーロ5対応とカラー変更だけどな。噂では2024年モデルでビッグマイナーって話だ。排気量は 649cc で最大出力は95馬力だ。ZX4R より 250cc 大きく、馬力は18馬力高い。差分の排気量 250cc が18馬力分だとしたら、その分減らして 400cc にすると、95-18で77馬力。ホンダの RR 技術なら80馬力超えいけますね。何気にホンダさんを煽らないでください。では、CBR650R2023 のスペックはこちら。エンジンは並列4気筒 649cc、最高出力は95馬力 12000rpm、最大トルクは 6.4kg/FM9500rpm。シート高は 810mm、重量は 208kg。車両サイズは2120-750-1150だな。ガソリン仕様はレギュラーガソリンで燃費は 21.5kg/WMTC、ガソリンタンク容量は15リットル、航続距離は 322.5km。新車価格は 107.8万円だ。グバイクの中古車価格帯は、69万8000円116万円で47台だな。ホンダ、CBR400R。2022年にマイナーチェンジされた CBR400R です。最新モデルは、足回りに SFFDP 採用、フロントブレーキにダブルディスク採用で、ZX4R 同様の装備だぜ。排気量は 399cc の並列2気筒で、最大出力46馬力だ。ZX4R より31馬力低い。同じ 400cc で、ここまで変わるんですね。ちなみに、1986年モデルの CBR400RNC23 の出力は、当時の実機正上限の59馬力でした。そして、市場の声に応えて、ヨンダボコと CBR400RR が誕生したんですよね。また言ってる。では、CBR400R2022 のスペックはこちら。エンジンは並列2気筒 399cc、最高出力は46馬力 9000rpm、最大トルクは 3.9kg/FM7500rpm。シート高は 785mm、重量は 192kg。車両サイズは 2080-760-1145だな。ガソリン仕様はレギュラーガソリンで燃費は 27.9kg/WMTC、ガソリンタンク容量は17リットル、航続距離は 474.3km。新車価格は 84.15 万円だ。グバイクの中古車価格帯は、9万8000円99万8000円で179台だな。ヤマハ、YGF-R7。デビューして早くも2年が経ちましたが、まだまだピッチピチな SS モデル、YZF-R7 ですね。排気量は 688cc の並列2気筒で、最大出力73馬力だ。ZX4R の方が4馬力出力が高いぜ。最新の2023年モデルはスペックに変更なし。カラーバリエーションにホワイトが追加されたな。YZF-R7 は、ネイキッドの MT-07 をベースに仕立てられた SS で、プラットフォーム戦略に沿った、バリエーションモデルですよね。最近はどのメーカーも派生車試展開が当たり前だから、ZX4R にも、機体のネイキッドモデルが登場するかもな。では、YZF-R72023 のスペックはこちら。エンジンは並列2気筒 688cc、最高出力は73馬力 8750rpm、最大トルクは 6.8kg/FM6500rpm。シート高は 835mm、重量は 188kg。車両サイズは 2070-705-1160だな。ガソリン仕様はレギュラーガソリンで燃費は 24.6kg/WMTC、ガソリンタンク容量は13リットル、航続距離は 319.8km。新車価格は 105.49 万円だ。グバイクの中古車価格帯は、97万9800円151万1500円で28台だな。アプリリア、RS660。国内で買える海外モデルでは、数少ないミドル SS、アプリリアの RS660 ですね。フェアリングはとても凝った作りだ。サイドカウルは二重構造でウィングレット装備、リアウィング風デザインのシートカウル。カラー液晶メーターを囲うように配置されたランプは、やる気をそそるデザインだぜ。APRCSYSTEM と呼ばれる電子制御ソリューションで、公道での安全性とトラックでのパフォーマンスも両立です。価格も馬力も排気量も、ZX4R を超えてるけど、気持ちでは負けていないぜ。では、RS660-2021 のスペックはこちら。エンジンは並列2気筒 659cc、最高出力は 99.9 馬力 10500rpm、最大トルクは 6.83kg/FM8500rpm。シート高は 820mm、重量は 183kg。
車両サイズは1995-745だな。ガソリン仕様はハイオクガソリンで燃費は 20.4 キロ、ガソリンタンク容量は15リットル、航続距離は306キロ。新車価格は 156.2 万円だ。グバイクの中古車価格帯は、120万円149万8000円で3台だな。KTM RC390。短気筒 SS で 400cc。このスペックだけでにやけてしまう KTM の RC390 です。しかも、お手軽に付き合える MotoGP レプリカ仕様だ。2020年モデルでデザインが大きく変化。電子制御採用しトラクションコントロールも装備だ。車体は 250cc クラスと思わせるぐらいコンパクトですね。ZX4R の車両重量 188kg に対して、RC390 は 155kg。短気筒と4気筒の差は大きい。では、RC390-2022 のスペックはこちら。エンジンは短気筒 373.2cc、最高出力は44馬力 9000rpm、最大トルクは 3.7kg/FM7000rpm、シート高は 824mm、重量は 155kg。車両サイズは不明だな。ガソリン仕様はハイオクガソリンで燃費は 28.9 キロ、ガソリンタンク容量は 13.7 リットル、航続距離は 395.9 キロ。新車価格は83万円だ。グバイクの中古車価格帯は34万8000円70万円で23台だな。神戸 400RR。最後は先に紹介した中国メーカーのバイク、KOVE 神戸の 400RR ですね。この動画を作るまで、全く知りませんでした。神戸は2017年に中国チョンチン市に設立されたオートバイメーカーで、400RR はその社名通り、400cc で4気筒エンジンを搭載した SS モデルだぜ。2022年の中国、チョンチンモーターサイクルショーで 400R が発表。最高出力は75馬力、そして重量は160キロ。その軽さで75馬力はやばい。しかし、最新情報では、最高出力が68馬力に変更されてる。重量も乾燥重量っぽい。日本がメンツを保ちました。ZX4R の発表でライバル扱いされて、国内バイクニュースに登場したわけだ。日本国内には19の神戸取扱店舗があるから、バイク好きの皆さんは一度見に行ってみてはいかがかな。国内導入は不明ですが、これは ZX4R 並みに目立つこと間違いなし。では、400RR 中国仕様のスペックはこちら。エンジンは並列4気筒 399cc、最高出力は68馬力 13500rpm、最大トルクは 3.67kg/FM12000rpm、シート高は 795mm、重量は 159kg、車両サイズは2015-740-1090だな。ガソリン仕様、燃費、航続距離は不明。ガソリンタンク容量は14リットルだ。新車価格は不明だ。さあ、これで今回紹介するバイクは以上だぜ。お次は、終わりの一言です。終わりの一言。川崎の新車発表のおかげで、一気に新型バイクの話題が盛り上がってきましたね。ようやく始まったな。そしてホンダは、各社の集中砲火を浴びてます。で、その戦況は？パターン緑は、薄くなったジャンルへの集中攻撃。パターン青は、ホンダの新型モデル2体に対して同型機投入し正面攻撃。パターン黄は、シンプル装備の格安戦法と、レプリカを使ったイメージ戦略、ですね。見事に囲まれたな。この状態から活路を開くには、奇跡を願うしかありませんよ。奇跡ってのは自分の力で起こすもんです。バイク業界世界シェアトップのホンダがどう動くか、次の一手が楽しみですね。それでは、次回の動画まで。1、2、バッバハイ。